人形扱いか。お風呂嫌い。洗っておいてもらってわがままを言うな。毎日洗わなきゃダメかな。3日に1回くらいでよくないかな。ダメだ、毎日入るんだ。ケチー。ケチではない。ただでさえこの牢屋敷の衛生面はあまりよろしくないんだ。清潔に保つのは当然の。あ、ココちゃんだ。どこにいるんだろう。どうもどうも、ココタンだよ。今日は予告しといたからみんな見てくれてるよな。確かにどこにいるかわからないな。わざと居場所を特定できないようにしているのか。ふっふっふ。今日のあてしは重大発表しちゃいます。じゃじゃーん、これ見て見て。実はこれな、魔女を殺す薬なんだよね。その名もトレデキム。効果のほどはあてしのお墨付き。この情報をみんなに明かすの迷ったんだけどさ。だってこれ出しちゃったらあてしもやばい立場になんじゃねえかなーって。でもあてしもう魔女を殺す薬持ってっから、こんなもんにもう二度と殺されねえから。信じるか信じないかは任せる。とにかく魔女を殺す薬を使用しなきゃ確実に魔女は殺せないってこと。以上、ココちゃんからの重大発表でした。魔女を殺す薬、本当にそんなものが存在するのか。ココちゃんの言ったことって本当なのかな。ココちゃんを探して聞いてみる？沢渡ココは信用ならない。放っておけばいい。魔女を殺す薬の話が本当だったとしても多くの情報は引き出せないだろう。思わせぶりなことを言って目立ちたかっただけのようにも見えた。とにかく今はシャワーだ。さっさと洗うぞノア。さて、このまま正しく何もないことを祈るが、胸騒ぎはどこか少しずつ私の中で強まっている。こんな場所で何も起こらない日々がしばらく続くことがかえって異様なのか。あ、ヒロちゃん、おはよう。おはよう。今の声は？わかんない。あんな声をした子いたっけ？私たちの中で声をほぼ聞かせていない少女となれば彼女しかいない。いずれにせよ隣だ。ヒロ君、聞こえたかい？当然だ。どういうことだこれは。ノア！あ、ヒロちゃんだ。見て見て、これならいっぱい絵が描けるよね。絵はアトリエで描く約束だろ。正しくない。でも仕方ないんだよ。夜の間はここに閉じ込められてるから我慢
できなかったんだもん。やはり魔女候補というのはどこか常軌を逸したところがあるのか。あんちゃんが具合悪そう。もしかしたら塗料の匂いのせいかも。あ、そういえばさっき声が聞こえたような。隣で叫んでいたんだ。なぜ気づかない？すぐ元に戻すんだ。やだ。足跡ついちゃったからもっと白くしちゃうもんね。ひろちゃん。ひろちゃんなんて大嫌い。嫌いで結構だ。正しくない行為をしたノアが悪い。二人とも落ち着くんだ。とにかく今はアンアン君を医務室に連れて行こう。幸い大事には至っていないみたいだ。しばらくここで休めば落ち着くだろう。よかった。あんあんちゃん、ごめんなさい。わざとじゃなかったんだよ。でもノア、どうしても絵を描きたくて。わざとじゃなければ許されるという話じゃない。自分を抑えられないようなら絵を描くのはしばらく禁止だ。やだ、それはやだ。ノア、気をつけるもん。絶対大丈夫だから。お絵描きしてないとノア、自分がよくわかんなくなっちゃうんだもん。同じことを彼女に言えるのか？ひろちゃん、ちょっとだけ落ち着いて。あんちゃんが起きちゃうよ。ノア、反省してるもん。あんちゃんに悪いことしたって思ってるもん。あんちゃんの看病はノアがやる。元気になるまでずっと一緒にいるから。それで済む問題だとでも？じゃあどうすればいいの？どうにもなるものか。犯した事実は取り戻せないんだ。まあヒロ君、反省の証にノア君が看病をすること自体は悪くない。幸いにアンアン君の状態もそこまでひどくない。その辺にしてあげられないだろうか。君たちは今一緒にいない方がいい。互いに冷静になれないようだし、私たちは少し外に出て落ち着こう。エマ君も一緒に来てくれるかい？ひろちゃん、行こう。私のせいだ。ヒロ君のそういう責任感が強いところ、私は素敵だと思うよ。それに私も正直少し腹が立ったんだ。君が怒ってくれたから冷静になれたんだよ。ヒロさん、あなた何してらっしゃいますの？掃除だ。昔からこの癖は抜けないな。
何かあるとすぐに掃除に走る。正しさを、規則を、リズムを、健全さを取り戻したい。嫌われたな。構うものか。落ち込むなど私らしくない。ヒロさん、大丈夫ですよ。掃除ならカイジュさんがやってくれます。そんなことは知っている。せっかくの自由時間ですし、私と探索をしませんか？断る。はあ。空き瓶がある。これは乾かしているのか。これはこのまま置いておいた方が良さそうだ。ところでヒロさん、昨日も図書室を調べて文字の解読を試みていたんです。人の話を聞いているのか。せっかく掃除したそばから。こうなったらしばらくこの部屋の掃除は無理か。あれから少し考えたの。私はあなたとは手を組まない。けれどどうやらあなたには力がある。力？あなたなら変えられるかもしれない。なんとなくそう思ったの。一つ確認しておきたいのだけど、君の原種は未来も見えるのか？私の原種は主に対象や物の過去を見るものよ。けれど未来が見えることも稀にある。何度も触れ合ってきた相手なら未来を見たことも。何度も触れ合ってきた身内か？あなたから何か感じ取るものがあるのかもしれない。私から？魔力のようなものか？もしかして魔女化の影響で？君は魔女化について知っていることはあるか？詳しくはないけれど、慣れ果てになるまで個人差があったり状況によって変わることは知っているわ。心の傷を深くえぐられるようなきっかけがあれば一気に魔女化は進むけれど、ただストレスを溜めているだけなら長く理性は保てるはず。心の強さ次第というところね。そうか。心の強さ次第ならこの先私が魔女になることはない。665黒部なのか、664宝生マーゴ。661城ヶ崎ノア。アンアンが回復しノアと一緒にアトリエに行ったのを見かけた。あの二人はあれで仲はいいのかもしれない。私が一人で大げさに騒ぎ立てただけが。もう戻れないか。後悔なんて私らしくもない。こ
ごめんなさい。殴られた。誰に。痛かったですよね。でも申し訳ないんですけど、あなたには死んでもらわないといけないんです。この声は。君のことは私が守る。なんてこと。一体何か。しっかりして、ヒロちゃん。本当に起きましたね、殺人事件。なんだその目は。今私が何かを言ったところでただ恐怖を深めるだけだ。今は静観するしか。殺人事件起きちゃいましたね。今夜魔女裁判を開廷します。今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑するので、やすやすと死なない魔女の活動を確実に沈黙させる方法での処刑です。かなりひどいこととかしちゃうので。また囚人全員への告知ですが、特定ができなかった場合は全員処刑とします。全員処刑なんてめちゃくちゃですわ。おい、ふざけんな鳥。私は主に命令され決められていることをお伝えしているだけなので。ただその当人である主が殺されてしまい、私もどうしたものかと驚いています。
氷メルルが国長に命令を下していた。牢屋敷の管理者側、つまり裏で糸を引いていた黒幕の魔女は氷メルルだったということ。そういうことになりますかね。そうだったの。氷メルル、あんな優しげに振る舞っておきながら魔女だったのか。こんな短期間でも情は感じるものか。メルル様がいなくなっても牢屋敷の取り決めが消えたわけではないので、これまで通り運営していくしかないですね。だいたいよく考えたら、ここを取り仕切っているのはほぼ私なんです。メルル様がいなくても成り立ちますね。なんなら取り使いの荒い上司が消えてやりやすくなったまでありますね。良い機会です。前々から準備していたのですが、事前投票を導入しましょう。事前投票？ええ、捜査の前に先に投票をしてもらい、一番疑わしき囚人を拘束します。そうすれば捜査中に犯人による不正も行われないでしょうし、特定がしやすくなるんじゃないかと。つまり裁判がさっさと終わる。さっさと終わらせたいのね。まあ気持ちはわからなくもないわ。それでは皆さん、自身のスマホで一番疑わしき囚人に投票してください。ちょっと待って待って、何も変わってねえじゃん。むしろ悪くなってね。スマホは持ち歩いているけれど、しかしすまない。事前投票なんてしたらどう考えたって。圧倒的多数の投票により二階堂ヒロさんに決定しました。あなたを魔女裁判改定まで拘束しますね。それでは皆さん、頑張って犯人を特定してください。ふざけ。ヒロちゃん。ヒロちゃん。こわー。いいだろう。全員敵だ。3600回。おおよそ1時間か。中に入っていいらしい。塗料で服が汚れているだろうと思って着替えとタオルを持ってきたんだ。出る時に使ってくれ。ヒロちゃん、大丈夫？ありがとう。礼は正しく伝えるべきだろうな。だが大丈夫に見えるか。このまま行けば処刑を待つだけの身だ。このままじゃあんまりにひどいよ。ヒロちゃん、どうして？どうしてとは、どうしてメルルを殺したのとでも聞きたいのか。違う。疑っているようにしか聞こえなかったが。そんなこと。
ヒロ君、こんな思いをさせてしまってすまない。君は私が守りたかった。守る必要はない。君たちからしたら私が犯人かもしれないんだ。当然私からしたら君たちが犯人かもしれない。そんなことはありえない。私はあくまで可能性の話だ。私は私の無罪を裁判で証明するだけ。この事前投票とやらは残酷だな。少女たちの心に分断を招く。だがおかげではっきり覚悟ができた。私は誰にも頼らず生き抜いてみせる。犯人は間違いなく私を陥れようとしている。なら私に接触を図ってきたこの二人が犯人という可能性も十分ある。優しさは敵だ。絆は毒だ。もう私はほだされることはない。ヒロちゃん、一人にならないで。みんなで協力すればきっと。協力？その結果がこれだ。エマ、特に君のことは信じられない。ヒロちゃん、どうして？お願いだから僕の話を聞いて。黙れ。君の顔も見たくないし声も聞きたくない。少しでも私を思う気持ちがあるならここから出ていけ。そこまでだ。驚かせたね。これが私の魔法さ。視線の誘導を行うことができる。人々はよく言うんだ。舞台上の私から不思議と目を離せないとね。少しでも信じてもらいたいからね。ヒロ君になら明かしても構わないと思ったんだよ。解除してくれないか。どうやら君たちの間には昔何かあったようだね。詳しく聞けないかい？断る。分かった。今はそっとしておいた方が良さそうだ。ヒロちゃん、また後で。最悪な状況だ。しかし本当に私がやっていないと言えるのか。正気を失って私はもしかしてメルルをこのまま処刑されるくらいなら死んでやり直すのも。自殺？私が？何を考えている。自殺だけはありえない。友達の命を奪った忌まわしい方法など取らない。私はメルルを殺していない。決して。この音は。ここが裁判所か。まずは魔女裁判のルールについて説明しますね。1時間の議論の後、犯人と思われる人物に各自の端末で投票してもらいます。投票で魔女に決められた人物は中央の台座へと連行、処刑執行になるって感じです。状況が圧倒的不利なのは変わらずか。この中に忌まわしき魔女がいる。
絶対に特定してやる。私を貶めたこと後悔するがいい。それでは魔女裁判開廷です。